このように2つのファスナーがついたポーチです。中にはビニール袋を入れたり、小物やマスクを入れたり、車のボックス収納にもおすすめです。艶消しラミネート 30cm×30cm が2枚と 35cm のファスナーが2本です。ファスナーは同じ色のものでも良いですが、使うときに分かりやすいように今回はピンクと白と2色にしました。ファスナーをつけます。ファスナーは反対向けて上端に合わせてミシンで縫います。折り返して表から端ミシンをかけます。端ミシンが縫いにくいときはクッキングペーパーをこのように重ねてクッキングペーパーは折り返して蓋をつけて横に破ります。このように縫えました。ファスナーをちょっと締めて端の線を描きます。もう一枚も同じようにファスナーと合わせて端に合わせて縫います。ラミネートはちょっと針が通りにくいので、留めるときはクリップで留めます。折り返して表から端ミシンをかけておきます。このようにファスナーがつきました。もう片方にもファスナーをつけます。同じくファスナーを裏向けて端に合わせてミシンで縫います。こちらも布端に印をつけて反対側と合わせます。で、またこちらもミシンで縫います。縫うときはファスナーを開けると縫いやすいです。同じように端ミシンのところまでかけました。ファスナーを真ん中ぐらいまで締めて、両端を1センチの縫い代で縫います。4箇所ぐらいクリップで留めて縫います。切れていきやすいので、上の生地をちょっとたわませて押し込むような感じで縫っていきます。こちら側を縫うときはファスナーの下のところから縫い始めて、返し縫いで上に上がってから進みます。このファスナーのところは縫うとちょっと針が痛む時があるので、手前のところで折り返します。出ているファスナーをカットします。反対側も端の糸と一緒にファスナーも軽く端をカットしておきます。ここから表に返します。端の方は指を入れて出します。
半分に折ってこのようなポーチにしてもいいですし、今回は少し段差をつけてこんな形にしようと思います。この上の布が2センチ見えるくらいのところにして、ちょうどこの底のところに待ち針を刺して印にします。開いて、これとこれを結んだところにペンで印をつけます。底なので大体で大丈夫です。仕切りがついていれば大丈夫なので、このように線を引きました。端のところがちょっと巻き込みやすいので、中から手を入れて端をきれいに出してクリップで留めます。真ん中を縫うときは少し縫いにくいのでクッキングペーパーを使います。ペーパーを半分に折って縫いたい線の上に重ねます。この線の上を縫います。縫い目のところでペーパーを折って、ここはもうギリッと折ってこれで出来上がりです。